東京という町は何千年もの時間をかけて文化の舞台となってきました。江戸のざわめきから明治の汽笛、関東大震災の轟音、そして渋谷、秋葉原、池袋で今も息づくサブカルチャーまで、時と空間を超えて語り継がれる物語です。まずは江戸時代の東京。当時はまだ江戸と呼ばれ、入江の門という意味を持つ名前が示す通り、川と海に囲まれた自然豊かな港町でした。徳川幕府の本拠として政治の中心だけでなく、商人たちが織りなす活気ある市場でもありました。4つの主要な川が交差する水路網が町を支え、舟運が生活の血流となっていました。浅草の雷門をくぐると、仲見世通りに絹や木綿の布が並び、賑やかな声が響きます。夜になると歌舞伎の灯が灯り、浮世絵師が描く色鮮やかな風景画が庶民の手元に届きました。茶屋の隅では俳句や川柳が交わされ、笑い声とともに江戸っ子の誇りが育まれました。この下町文化は祭礼や神社仏閣と深く結びついていました。浅草寺の三社祭では提灯の光が川面に映り、太鼓のリズムが夜空に響きました。神田明神の例大祭では武士と商人が共に祈りを捧げ、町全体が一つの大きな家族のように結束しました。こうした共同体の絆は、後の近代化の土台となり、江戸は単なる政治の拠点以上の文化ハブへと成長しました。時は幕末へと流れ、1868年に明治維新が起こります。江戸は東京へと改称され、新政府の首都として再び光を浴びました。皇居は江戸城を受け継ぎ、古い城壁の背後に新しい国家の象徴が立ち上がります。この変革期に町は西洋式の都市計画へ舵を切ります。1872年に開通した新橋、横浜間の鉄道は蒸気機関の力で遠く離れた土地を瞬時に結びつけ、物流と人の流れを劇的に変えました。ガス灯が闇を照らし、上水道が清潔な水を供給し、町は徐々に近代な姿を帯びていきました。西洋の影響は建築にも現れました。銀座のレンガ造りのビル群は欧州の街角を思わせ、訪れる人々に新しい美意識を提供しました。一方、伝統の茶屋は福天和は洋折衷の装いで新旧の調和を図り、江戸時代の精神を失わずに時代の波に乗ろうとしました。教育制度の改革も進み、明治6年に設立された第一高等学校では西洋科学と日本古典が同じ教室で語られ、若者たちは新しい知識と古い価値観の狭間で自らのアイデンティティを模索しました。しかし、繁栄の裏側には脆さも潜んでいました。1923年9月1日、関東大震災が東京を襲います。地鳴りとともに大地が揺れ、1922万2000人以上の命が奪われ、1280万戸以上の住宅が倒壊しました。火災は町全体を焼き尽くし、特に下町の木造家屋は炎に飲み込まれました。町は灰と瓦礫の山と化し、生き残った人々は臨時の避難所で夜を明かしました。震災は単なる自然災害に止まらず、社会構造や生活様式を根底から揺さぶりました。震災後の復興計画は、単なる再建ではなく未来志向の都市設計として実行されました。道路は幅広く整備され、銀座通りは16メートルの大通りへと変貌し、交通の流れが円滑になりました。防火帯が設けられ、火災の再発を防ぐための帯状緑地が市街地に配置されました。建築基準法が改正され、耐震、耐火構造が義務付けられ、次なる災害への備えが制度化されました。上野公園や浜町公園といった公共空間は被災者の心の安らぎとして再整備され、自然と人が共生できる場として新たに位置づけられました。第二次世界大戦の終結後、東京は再び焼け野原となります。1945年の空襲で市街地の4割以上が炎に包まれましたが、占領軍の指導の下で、戦災復興都市計画が策定され、道路網の拡張や住宅供給が急ピッチで進められました。1964年に開催された東京オリンピックは国際舞台での復興のシンボルとなり、地下鉄網の大幅な拡充や新幹線の開業が実現しました。
これにより東京は国内外の人々が行き交う巨大なハブへと変貌し、経済成長のエンジンとしての役割を確固たるものにしました。高度経済成長期を経て、東京は新たな文化の潮流を迎えます。70年代以降、渋谷は若者文化の発信地として注目を集めました。スクランブル交差点に流れる無数の人波は世界中のカメラが捉える象徴的な光景となり、ファッションと音楽が交錯する街として名を馳せました。原宿の竹下通りでは個性的なストリートファッションが次々と誕生し、インターネットを介して情報が共有され、東京のスタイルは瞬く間にグローバルへと拡散しました。一方、秋葉原は電気製品の販売店が立ち並ぶ街から、アニメ、漫画、ゲームの聖地へと変貌しました。80年代に登場した家庭用ゲーム機のブームは秋葉原の小さな専門店を活性化させ、オタク文化が芽吹く土壌を作り出しました。店頭に並ぶフィギュアや同人誌は熱狂的なファンの情熱を映し出し、コスプレイベントや同人即売会が定期的に開催されました。秋葉原の電気街は光と音の刺激が交錯する空間となり、訪れる人は別世界に足を踏み入れたかのような感覚に包まれました。池袋もまた独自のサブカルチャーが花開く場所として知られています。池袋駅周辺の大型書店やアニメショップは女性向けの乙女ゲームやライトノベルが集積するハブとなり、若い女性たちが趣味を共有し合うコミュニティが形成されました。サンシャインシティの展望台からは東京全体を見渡すことができ、都市の壮大さと個々の夢が交差する瞬間を提供します。池袋の街角ではライブハウスでインディーズバンドが演奏し、カフェでクリエイターが作品を語り合う姿が日常に見られ、創造的なエネルギーが絶えず循環しています。近年、デジタル技術の進化は東京の文化シーンに新たな波をもたらしました。AI が生成する画像や音楽はチームラボのようなデジタルアート施設で体感型の展示として具現化され、来場者は五感で未来の芸術を味わいます。VR や拡張現実の技術を駆使したテーマパークは、従来のエンターテイメントを超えて参加者自身が物語の一部になる体験を提供します。また、NFT を利用したデジタルコレクションは、アーティストとファンの新しい関係性を築き、オンライン上での所有と展示が可能となりました。東京はまた、スマートシティ化の最前線でもあります。IoT や次世代通信インフラが街全体に張り巡らされ、交通渋滞のリアルタイム制御やエネルギー消費の最適化が実現されています。例えば渋谷駅周辺ではセンサーが歩行者の流れを分析し、信号のタイミングを自動で調整することで混雑を緩和しています。さらに再生可能エネルギーの導入が進み、太陽光パネルが高層ビルの屋上に設置され、カーボンニュートラルを目指す取り組みが日常化しています。人口密度の高さと高齢化という課題も抱える東京ですが、地域コミュニティの活性化が試みられています。下北沢の壁画プロジェクトや吉祥寺の地域イベントは、住民とアーティストが共同し、街のアイデンティティを再定義する場となっています。こうした取り組みは観光資源だけでなく、住む人々の生活の質を向上させる重要な要素として評価されています。東京の文化史は、変容と適応の連続です。江戸の浮世絵が明治の西洋建築と融合し、震災の悲劇が防災と都市計画の革新を促し、サブカルチャーが世界へと発信され、デジタル技術が新たな表現領域を切り開く、それぞれの時代が互いに影響し合い、東京という都市は常に再創造され続けています。私たちが今日見る渋谷のスクランブル交差点や秋葉原の光り輝く看板は、過去の歴史と現在の想像力が重なり合った結果です。第1章、持続可能な都市インフラと環境共生。2026年現在、東京都はカーボンニュートラル東京宣言を掲げ、エネルギー供給の脱炭素化を本格に推進しています。市内の高層ビル群の屋上には太陽光パネルだけでなく、垂直型の光合成壁が設置され、建物自体が微小な森林となる試みが進行中です。雨水は地下貯留地に蓄えられ、緑地帯の散水やトイレの洗浄に再利用され、
都市全体の水循環が最適化されています。これらは単なる技術導入にとまらず、住民参加型のワークショップを通じて、市民一人一人がエネルギー消費の見える化を体感できるよう設計されています。第2章、次世代交通とスマートモビリティ。渋谷駅周辺の歩行者流動解析に加えて、全市域に広がる自律走行車ネットワークは公共バスやタクシーとシームレスに連携し、乗降時間の短縮と混雑緩和を実現しています。郊外から中心部への高速地下トンネルは従来の鉄道網と並走し、電磁浮上方式を採用した新型列車が走行し、移動時間を大幅に削減します。この高速路線は都心部への過密化を抑制し、住環境の向上にも寄与しています。シェアサイクルや電動スクーターは IoT センサーと連動した予約システムで、利用者の目的に合わせた最適ルートをリアルタイムで提示し、徒歩と自転車の境界を柔軟にしています。第3章、デジタルと伝統のハイブリッド空間。チームラボが手掛ける未来美術館では、古典的な浮世絵がプロジェクションマッピングと音響装置によって立体によみがえり、観客は作品の中に入り込むような没入体験を得ます。江戸時代の版画職人と AI アルゴリズムが共同で新作を創出し、生成された画像はブロックチェーン上に記録され、所有権が透明に管理されます。浅草の仲見世通りでは、AR メガネを装着した観光客が歴史建造物の当時の姿を重ね合わせて見ることができ、過去と現在が同時に語り合う空間が実現しています。第4章、国際文化交流と多様性の促進。東京オリンピック以降、国際的なスポーツイベントや芸術祭が定期に開催され、世界中のクリエイターが集結するプラットフォームとなっています。特に毎年春に開催されるグローバルサブカルチャーフェスティバルでは、韓国の K-POP、台湾の独立映画、欧米のストリーミング作品が混ざり合い、若者たちは多文化が響き合う場所で新しい表現方法を探しています。こうした国際交流は、地域の小さな集まりを超えて、東京全体の文化をより深く、豊かなものにする大きな力となっています。第5章、お年寄りと若者が共に作る仕組みについて、人口の変化に合わせて、下北沢や吉祥寺では世代を超えて協力するプロジェクトが始まっています。お年寄りが長年培った手仕事や料理のコツを、若手デザイナーがデジタルデータに変換し、インターネットの市場で販売する仕組みが整いました。また、大学や専門学校と協力した施設では、シニアの起業家が最新技術を使ってサービスを開発し、地域の福祉向上に貢献しています。こうした助け合いの形は他の都市にも広がることが期待されています。第6章、サブカルチャーの新しい領域について、秋葉原の電気街は、最近メタバースアーケードと呼ばれる仮想空間へと広がりました。利用者は VR ヘッドセットを使い、実際のお店と同じ配置で商品を見て買うことができます。現実とデジタルが溶け合った新しい買い物体験です。さらに、同人誌の即売会はオンラインでも同時に開かれ、世界中の作り手がライブ配信で作品を紹介し、リアルタイムでコメントや投票が行われることで距離を超えた交流が叶っています。池袋の女性向けサブカルチャーでは、AI が個々の好みを分析し、ぴったりの物語を提案する参加型小説が登場しました。読み手は自分の選択で物語が分岐する楽しみを味わっています。第7章、防災と回復力の高度化について、関東大震災から学んだ教訓は、現在の防災設備に深く根付いています。すべての市区町村に設置された地震予測センサーがわずかな揺れを検知すると、すぐに避難指示がスマートフォンに通知されます。同時に、電車やバスなどの公共交通機関は自動で停止し、代替ルートを提示します。地下の防災シェルターはエネルギー自給自足できる組み立て式住宅に改装され、災害時だけでなく普段は地域の集まりの場としても利用されています。これにより、避難場所としての機能と日常の交流拠点としての2つの役割を同時に果たすことが可能となりました。第8章、未来へのビジョンと市民参加の仕組みについて、
東京都は次世代の都市像を描くために東京ビジョン2030プランを策定し、市民がオンライン投票や対話の場で直接意見を伝えられる仕組みを取り入れています。例えば渋谷の再開発エリアでは、住民が提案した緑の回廊が採用され、道路中央に植物と歩道を配置し、車は外側の車線だけを走るデザインが実現しました。このように上からの指示だけでなく、住民の意見が政策に反映されることで、都市はより柔軟で誰もが受け入れられる形へと進化しています。東京という都市は、過去の遺産と未来の技術が絶えず対話し続ける場所です。江戸の街並みが残す情緒とデジタルが作り出す無限の可能性は、一見対立するように見えて実は互いを補い合っています。私たち一人一人が歴史の教訓を胸に抱き、先端技術を手に取ることで、東京はさらに姿を変えていくでしょう。第9章、循環型エネルギーと都市農業について、東京は再生可能エネルギーを街全体で広めるため、ビルの屋上や公共施設の壁に太陽光パネルを設置し、光の回廊と呼ばれるネットワークで発電量を最大化しています。この余剰電力はブロックチェーン技術でトークン化され、住民がスマートメーターを通じて自由に取引できる市場が形成されています。さらに、地下鉄駅に設置された小型風力発電機は列車が通過する風を利用し、駅の照明や案内板の電源として再利用されています。同時に、都市農業の実験が渋谷港と港区で本格化しました。昔の工業地帯にあった空き倉庫は、垂直水耕栽培システムに改装され、LED 照明と IoT センサーが温度、湿度、栄養濃度をリアルタイムで管理しています。ここで育てられた葉物野菜は近隣のレストランや学食へ直接届けられ、輸送コストと二酸化炭素排出量を大幅に削減しています。また、コミュニティガーデンでは子どもたちが季節ごとの野菜作りを通じて食育を学び、QR コードで産地情報を確認できる仕組みが整っています。これにより食料自給率が向上し、地域の結びつきが強まる循環型の仕組みが実現しています。第10章、デジタル民主主義と参加型予算について、東京都は行政と市民の対話を深めるためにデジタル議会プラットフォームを導入し、オンライン上で法律の議論や意見交換がリアルタイムで行われています。この仕組みでは自然言語処理技術が投稿内容を要約し、賛否の傾向を可視化することで、議員と住民の意思疎通をスムーズにしています。さらに毎年春に開かれる参加型予算会議では、市民が提案した計画案がクラウドファンディング形式で優先順位を競い、上位に選ばれた事業には自治体から追加補助金が支給されます。例えば下町地区で提案された歴史街路の音響復元プロジェクトは、古い寺院の鐘の音や商店街の賑やかな音をデジタルデータとして保存し、AR ガイドアプリで再現する取り組みとして採用されました。技術を活用した民主的プロセスが、政策決定の透明性と住民主体の意識を高めています。第11章、誰もが使いやすいデザインとバリアフリー都市について、高齢化と多様化が進む中、東京はユニバーサルデザインを街全体に広げています。新宿駅周辺の大型商業施設では、床に触覚ガイドラインを埋め込み、視覚障害者がスマートフォンの振動と連動した案内機能で安全に移動できるようにしています。また、公共バスの車内には音声案内と同時に手話字幕が映し出され、聴覚障害者にも情報が届く仕組みが標準装備されています。さらに、子育て世代を支えるために保育園と幼稚園が併設されたマルチケアセンターが増え、昼間は保育、夕方以降は学童クラブとして機能する柔軟な空間が提供されています。これらの取り組みは身体的、社会的な壁を低くし、すべての人が安心して暮らせる都市像を具体化しています。第12章、海岸線の再生とブルーカーボン戦略について、東京湾の沿岸部では、かつての埋め立て地を活用した海岸線再生プロジェクトが進行中です。人工湿地を作り、海藻や藻類を植えることで二酸化炭素を吸収、固定するブルーカーボン効果が期待されています。この湿地は魚や貝の産卵場所としても機能し、
漁業資源の回復とエコツアーの開催で地域経済を活性化させています。さらに潮の満ち引きを利用した潮力発電装置が防波堤に設置され、小規模ながら安定した電力供給が実現し、沿岸部のエネルギー自給率が向上しています。これらの取り組みは海の環境保全と都市エネルギーの持続可能性を両立させる好例として国内外から注目されています。第13章、教育の革新と未来の人材育成について、東京は次世代の創造的リーダーを育てるため、学校教育と産業界の連携を進化させています。渋谷区の公立高校では、授業に創造プログラミングとデザイン思考を組み込み、生徒は実際のスタートアップ企業と共同で試作品を開発します。これにより理論と実践の橋渡しが可能となり、卒業後の起業率が全国平均を大きく上回っています。また、大学と自治体が共同で運営するオープンラボでは、一般市民が最新のロボット技術やバイオテクノロジーに触れる機会が提供され、科学リテラシーの底上げが図られています。さらに AI 教師が学習記録を分析し、最適な教材を自動で提供する個別最適学習支援システムが導入され、学習格差の解消に貢献しています。第14章、文化遺産のデジタル保存と国際発信について、東京が誇る歴史的建造物や形のない文化財は、デジタル技術によって新たな命を吹き込まれています。皇居外苑の古きはドローンとライダー計測で3次元データ化され、仮想空間で四季折々の姿を再現するデジタル樹木園が作られました。この仮想園は海外の教育機関と連携し、遠隔授業の教材として活用され、東京の自然遺産を世界に広める窓口となっています。さらに伝統芸能の舞台は360度カメラと空間音響で撮影され、VR ヘッドセットを装着した視聴者はどの位置にいてもまるでその場にいるかのような臨場感を体感できます。デジタル保存は災害や老朽化から文化財を守るだけでなく、国際文化交流の場として機能しています。第15章、スマートモビリティと排出ゼロの交通網について、東京は2030年までに交通分野の二酸化炭素排出を実質ゼロにする目標を掲げています。公共交通機関の電動化と自転車インフラの高度化を同時に進め、都心部の主要路線では全ての車両が蓄電池と超高速充電ステーションを使用し、走行中に道路下の無線充電パッドから電力を受け取る方式に切り替わりつつあります。この無線充電は道路管理局が管理するデータと連動し、混雑状況に応じて充電量を自動調整し、エネルギー効率を最大化します。郊外へのバスは水素燃料電池車に置き換えられ、走行距離と充電時間の課題を克服しています。さらにシェアリング型自律走行車は需要予測に基づき最適な配置が行われ、乗客の待ち時間を数分単位に短縮しています。これらのスマートモビリティは、都市の利便性と環境負荷の低減を同時に実現する重要な柱です。第16章、持続可能なファッションとクリエイティブ産業について、原宿や表参道のファッションシーンは、環境への配慮と先端技術の融合を象徴しています。地域のデザイナーは再生繊維やバイオプラスチック素材を用いたコレクションを発表し、制作工程では3次元プリンティングとレーザー加工を組み合わせて廃棄物を最小限に抑えています。消費者は専用アプリで衣服の使用回数や洗濯回数を記録し、一定期間使用した後にリサイクルポイントが付与され、次回購入時の割引に利用できる仕組みが広がっています。こうした取り組みによって、東京はファッション分野でも循環型エコシステムを築き、国内外のブランドから注目を集め、サステナブルでクリエイティブな都市として評価が高まっています。夏の夜、熱帯夜に対応するための工夫も進められています。道路の中央分離帯や歩道橋の側面には常緑樹やつる植物が植えられ、日差しを遮りつつ蒸散で周囲の空気を冷却します。屋上緑化は住宅だけでなく商業ビルや公共施設でも取り入れられ、雨水を貯留し地面に浸透させることで洪水リスクの低減にも寄与しています。これらの緑化施策は GIS と熱画像解析で暑さが特に強いエリアをリアルタイム把握し、
優先順位を科学的に決定する根拠となっています。新型感染症の経験を経て、東京は健康とウェルビーイングを重視した都市づくりを進めています。病院では遠隔診療プラットフォームと電子カルテが統合され、患者は自宅から専門医とリアルタイムで相談できる体制が整っています。公共スペースには空気清浄機能を備えた装置が設置され、PM2.5 やウイルス粒子を常時監視し、必要に応じて自動換気が行われます。また、健康ポイント制度が導入され、歩数や自転車利用、定期的な健康チェックの結果に応じてポイントが付与され、地域のフィットネス施設やヘルシーフードショップで利用できる仕組みが、個人の健康管理と都市サービスを結びつけ、感染リスク低減と生活の質向上を実現しています。観光客増加に伴い、東京は持続可能な観光モデルを構築しています。公共交通と徒歩、自転車を組み合わせたエコツアーは専用アプリで二酸化炭素削減量を確認しながら移動でき、下町エリアでは住民が案内役となるホームステイ型体験プログラムが提供され、伝統工芸や料理のワークショップで地域文化への理解が深まります。観光客が訪れた施設や飲食店はブロックチェーン上で発行されるデジタルトークンで評価され、一定以上の評価を得た店舗は自治体からエコ認定を受け、プロモーション支援が行われます。これにより観光と地域経済の相互利益が持続的に創出されています。東京が描く未来像は、テクノロジーと人間性が調和した共生都市です。AI とロボットは単なる道具にとまらず、公共サービスのパーソナライズや災害時の迅速支援に不可欠なパートナーとして位置づけられています。一方で市民一人一人が自らの生活圏で小さな実験を行い、その成果をオープンデータとして共有することで、都市全体の知恵が蓄積されています。例えば住宅街の住民が自宅の屋根に設置した小型風力発電の出力データを地域プラットフォームに投稿し、近隣のエネルギー需要とマッチングさせるマイクログリッド実証実験が行われ、エネルギー需給の分散化が促進されています。このように歴史遺産と最先端技術が相互に刺激し合い、文化多様性と環境持続性が共存する東京は、世界に向けた新しい都市モデルとして価値を高め続けています。私たちの日々の選択と行動が次世代へ受け継がれる宝となり、東京という巨大なキャンバスに彩り豊かな物語を書き加えることなのです。渋谷、新宿、品川の三大ハブは、単なる交通拠点にとまらず、東京全体のサステナビリティと文化再創造を牽引する実験都市として位置づけられています。渋谷では、旧来のスクランブル交差点を中心に、デジタルスクエア構想が進行中です。街灯一つ一つに太陽光パネルと蓄電池が組み込まれ、夜間でも自給自足型エネルギー供給が可能となっています。歩行者専用道路に設置されたインタラクティブディスプレイは拡張現実技術を活用し、江戸時代の街並みや浮世絵の情景をリアルタイムで投影します。訪問者はスマートフォンや専用メガネで過去と現在を同時に体感できます。また、若者文化の発信地として知られる原宿、表参道エリアと連携し、サステナブルファッションの展示会やリサイクルワークショップが定期的に開催され、地域コミュニティと企業が共同で循環型経済のモデルケースを創出しています。新宿側では、戦後復興の象徴である新宿御苑の周辺に、再生プラザ計画が策定されました。空き家や老朽化したビルを解体せず内部だけを改装し、コワーキングスペースや地域企業支援センター、伝統工芸体験工房として再利用することで、資源有効活用と雇用創出を同時に実現しています。さらに地下水位の変動に対応した雨水貯留システムが導入され、雨季に集めた雨水はプラザ内の緑化帯へ循環し、都市熱環境の緩和にも寄与しています。新宿駅直結の大型商業施設では、AI による来客分析をもとにしたフードロス削減アルゴリズムが導入され、余剰食材は近隣の福祉施設へ自動配分される仕組みが稼働中です。品川は、港湾機能と都市機能が融合した海上シティ構想の中心地です。
旧来の埠頭を再開発し、潮汐エネルギーを利用した小規模使用力発電装置を設置しました。発電された電力は品川駅周辺のオフィスビルやホテルに直接供給され、二酸化炭素排出量の大幅削減が期待されています。会場敷内には歴史航路ミュージアムが併設され、江戸時代の横浜品川航路を再現した船舶模型や航海図がデジタル化され展示されています。来場者は仮想現実ヘッドセットを装着し、当時の船乗りの視点で東京湾を航行する体験ができ、歴史遺産への関心を高めつつ海洋環境保全の重要性を学びます。この3大ハブは、エネルギーの分散型供給、デジタル技術による文化遺産の可視化、そして市民参加型の再生プロジェクトという3本柱で相互に補完し合っています。例えば渋谷で生成された余剰エネルギーは、品川の使用力発電と連携したスマートグリッドを通じてリアルタイムで融通され、新宿の再生プラザではそのエネルギーデータを活用した省エネ指標が掲示され、住民や企業の意識改革を促進します。各ハブが提供する拡張現実ツアーや仮想現実体験は、観光客だけでなく地元住民にも新たな学びの場を提供し、歴史と未来が交錯する都市空間を競争する土を形成しています。こうした取り組みは、単なる技術導入にとどまらず、東京が抱える過密化や高齢化、気候変動といった課題への包括的な回答として位置づけられています。今後は渋谷、新宿、品川が連携して運営するトリプルサステナビリティネットワークのデータベースが公開され、全国の自治体や研究機関がリアルタイムで情報共有できるようになる予定です。これにより東京の成功事例が国内外に波及し、次世代の都市計画に新たな指標を提示することが期待されています。